どうも、ベトナム在住の内津です。今日もね、この株の整備です。アンドンライトはね、まだつかないままなんですが、今日はちょっとリア周りの方ね、やっていきたいと思います。今回はね、ちゃんと事前確認していきましょう。やるのはね、これですね。こんな奥まで締め込んであるんでね、多分ブレーキ臭が減ってるんだと思います。でタイヤは問題なく回ると。ちょっとカラカラ音がすんのかな。ブレーキは違和感はないと。多分このカラカラは後ろじゃなくって前のスプロケっぽいんだけどな。他に確認することはないよね。まあやっていきましょう。これね、チェーンとスプロケットも変えてほしいと言われてるんで、そこら辺も取っていきます。ブレーキ踏んで外すんでね、チェーン外しちゃうとダメです。閉める、開けるだ。こんなとこかな。ちょっとね、前を外で洗浄しちゃいます。これも取るか。オイルシールは大丈夫っぽいよね。今回ね、かなり簡単に掃除しただけですが、掃除するとやっぱりいろいろ見えてきますね。ここはね、ちょっとグラグラしてます。ここにあるなんだ、チェーンスライダーになるのかな。プラスチックはまあ削れてはいるけど、まだ使えるんでそのまんま使います。あとは何かあるかな。そんなとこですね。これタイヤ外すんでね、外しやすいようにちょっと下に板入れます。
ら破壊されてるぞベアリング。しかもなんでカバーがない？あ、中にはまっちゃってんのか。ベアリング交換か。いやいや、今日で終わらすつもりだったんだけどな。ちょっと無理っぽくなったな。今日はスプロ系を。こいつはベアリングいけてるっぽいけどな。まあ外してみらんとわからんね。これもね洗浄しました。もう一度ね。で取り外し、多分ホイールに合わせないと取れないと思う。これでいけるんじゃない？ OK。これがね実はコピー品でね、1回使っただけで壊れちゃうというか、もう1個なんてこれネジ山ほとんど舐めてるな。毎回新品交換です。でこいつは同じサイズのやつにね、新品交換ですね。ここの締め込みが、2.7×3.3 なんで、30ニュートンですね。30ニュートンで締め込みしていきます。これさっきも言ったんですけどね、ベアリングはいい状態でね、あと中は洗浄したんで新たにねグリス入れておきます。さあ今日はチェーンをはめるとこまで終わらす感じですかね。あ、ゴムあるんでね、シリコングリス。フロントもね新品入れていきます。こっちもオイルシール大丈夫だし、あれなんでこんなグラグラ？ちょっと待ってよ。どういうこと？
古いやつ持ってきました。同じじゃないの？あれちょっと待ってよ。大きさが違う。いや何の記号かわかんないけど、前のが1511ってあって、今回1519なんですよ。穴が大きかったです。これね、前から在庫持ってたんで、これつけようと思ったんだけど、こっちだったらぴったりだもんな。ちょっとね、これ買って組み付けます。なんで今日はここで終わりですね。また中途半端ですけど、今日はねここまでにします。それではまた。